こんにちは、日本語クラスです。今日はライブでお話しします。はい、こんにちは、日本語クラスです。今、もし聞いている方いらっしゃったら、声が聞こえますよというのをチャットメッセージで送ってくれますか？助かります。私は自分でチェックできないので、はい、お願いします。よろしくお願いします。では今日時間がね、遅い時間になってしまったので、できるだけ早く終わりにしたいなと思います。ですが今日のニュースは日本に住んでる人も関係あるけど、それより暖かい国に住んでる人にはとっても関係があるし、あとただもうはっきり言って今飛行機で世界中どこでも行ける時代なので、あの世界中のみんなに関係があるちょっと怖いニュースかもしれないですね。ちょっとコロナを思い出してしまうような、ちょっと危ないというか気をつけないとっていうニュースを、今日は選びました。はい、よろしくお願いします。メッセージ聞こえますか？皆さん大丈夫かな？今聞いてくださってる方いらっしゃるんですが、声聞こえますよっていうのをメッセージで送ってくれるとすごく安心します、私。そう。聞こえますと。ハングルの名前の方が送ってくださった。ありがとうございます。アトミックスファンさんもありがとうございます。いつもありがとうございます。聞こえます。よかったです。OK です。じゃあ大丈夫ということで始めましょう。ですね、この絵をね、見ていただくと分かる通り、日本語だとひらがな一言だけなんです、名前がね。これですね。マスキートーズ。チュー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 ってね、噛みますって言いますね。痛いってね。そう、これと言います。はい。で、スーンと飛んで私たちの手とか足とかをこう刺すって言うんですね。刺す。これですね。漢字だとこれ。はい。だから蚊に刺されて、って痒くなるって言います。痒いってね。もう気持ち悪い感じありますよね。これで痒くなるって言います。で、これ日本だと暑い夏に蚊が出てきます。蚊が出てくるっていうんですね。生まれてきて私たちの体を刺す時に、もう蚊が出てきたねって言って、夏が始まるねって言うんですが、本当に今の日本もう蚊が出てきてます。私ももう昨日も刺されました。はい。だけど日本だともうかゆい、もうやだね、蚊がいるねっていうだけでだいたい話は終わるんですが、世界には怖い蚊の種類がいますよね。皆さんの国だとどうでしょうかね。その特別な蚊に刺されてしまうと、プスッとね、刺されると、もう高い熱が出てしまうという、本当に怖い蚊がいますよね。で、お年寄りとかだと亡くなってしまうっていうこともあるみたいですよね。子供とかもちょっとね、小さい子供も危険かもしれないですよね。私は日本に住んでる時は全然そういうその種類の怖い蚊が日本にはいないので、あのよく知らなかったんですが、私が仕事の関係でマレーシアに仕事でね住んでいた時があったんですが、その時初めて蚊って怖いっていうのを知りました。学生が私大学で日本語をね教えてたんですけど、学生がね時々休む時があって、急にね昨日まで元気だったのにあの休むって聞いて、どうしてですかって聞いたら、その友達が教えてくれたんですけど、デング熱ですって言うんですね。デングってその時初めて知ったんですけど、デング熱ってね、日本語でカタカナで書きます。デング熱はフィーバーです。あの
この特別な蚊に刺されるとすごく熱が出てしまうっていうものですね。何日も休んでました。その学生たち何人もいました、休む学生。だからやっぱり怖いですよね、本当に。なので私からね、日本に住んでいた私から見ると、蚊に刺されただけでそんな熱が出るのってちょっと本当最初びっくりしたんですけど、いや本当に怖いですよね。でそのようなね、熱を出させる怖い蚊が今世界中、特に暑い国でかなり増えているっていうニュースが日本でもニュースになっています。はい。で、もうね、もし皆さんがその国にいたら、暑い国に住んでる人だったら、もうそうですよ、知ってます、もちろんっていうふうにね、思うと思うんですね。そう、だからちょっとそうだよって思いながら聞いてほしいし、ちょっとニュースをね読みながら新しい言葉今日ね読んでいきますので、こういう難しい言葉あるんだってね、ちょっとね今日難しいので言葉、はい、それも含めて勉強してもらえたらいいなと思って、今日このトピックにしました。はい、だからアジアの人は、そうなんですっていう話だし、ちょっと、知らなかったって話も入ると思うけど、例えばロシアとか、寒い国に住んでる人、ヨーロッパに住んでる人には、あの、っていう、そうなのっていう、知らないっていう話だと思うので、それぞれの皆さんの住んでる場所によってね、考え方、このニュースに対しての受け止め方が変わると思うので、それぞれまたメッセージとかで送ってくれたらいいなと思います。はい、みんな思ったことをね自由に送ってください。はい。で今日ねニュース言葉難しいです。であんまり私は簡単にしてないので今日ニュースの言葉を。で漢字も読み方をあんまり書かなかったから本当に難しいと思います。すごく読めるって人は N1 ぐらいのレベルって思ってもいいと思いますし、ただ青で書いたのは N2 レベルの漢字なので、漢字と語彙なので、それはねしっかり覚えた方がいいので、そこだけでも分かればまずはいいと思いますよ。で意味は私今日できるだけ簡単に説明して少し早くね終わるようにしたいと思います。アジアの人ね早く寝ないといけないですからね、明日またね仕事とか学校ありますからね。じゃあ行きましょう。読みますね。いきます。かゆい。かゆいはさっきのってね、蚊に刺された。ちょっとこれ意外と知らない人いるから、これでってね、刺されて、かゆいよって、これです。痛いんじゃないですよね。ってなんて言います？この気持ち悪い感じね。そう、かゆいっていうのね。これからいきましょう。じゃあもう一回読みますね。ここのページちょっと一回全部読みますね。かゆい。うるさい。夏に向けて煩わしくなる蚊が今深刻な脅威になっている。蚊が媒介するデング熱の感染者が東南アジアや中南米で過去最多の800万人に上っている。日本でも海外に渡航し感染した人が今年確認されている。はい。このページとても大事なことが書いてあります。はい。今ちょっとみんなのメッセージをね読んでるんですけど、今アトミックさんのがメキシコでたくさんありますってやっぱ書いてある。アトミックさんメキシコなんですか？そうかそうか。ハングルの方はね、マラリアって書いてある。そう、本当ですよね。マラリアもありますよね。マラリアなんてね、ほんと怖いですよね。もうやだ。どうすればいいの？もう日本はないですけど、だけどちょっと後で読むんですけど、買って飛行機の荷物を入れるところに一緒に入って
一緒に海外に行ってしまうらしいですね。みんなと一緒に海外旅行に行けるんですね、蚊がね。本当にもうやめてくださいって感じです。だからね、言うとみんなの国にその飛行機飛んでれば行くんです。蚊もこんにちはって言っちゃうから、これ本当にうちの国は寒いから関係ないよっていう話ではないっていう、本当に怖いねって思いますよ。そう。MM さんも、MM さんどこの国なんだろうね。雨季ですね。これ雨の時ね。雨の時になるとデング熱がかかりやすいですね。ねえ、本当ですよね。そう、だから、東南アジアはそう、雨がたくさん降る時はね、蚊がいっぱい出ますよね。そう、でもちょっとじゃあ読んでいきますね。これ、もう、かゆい、うるさい。蚊がうるさいってことね。ズーンってね。夏に向けて煩わしくなる。これはね、難しい言葉です。N1 の人でも難しいから、別にそこまで覚えなくていいけど、煩わしいっていうのはうるさいってこと。うるさいとか迷惑だっていうことです、これ。夏になる、どんどん暑くなると、どんどん迷惑、うるさくなる蚊、マスキートが今深刻、とっても重いってこと、とっても重い脅威になっている。脅威は N1 レベル、深刻は N2 レベル、深刻は seriously、 大きな、とても大きな問題ってことですね。深い問題、大きな脅威はですね、これ怖いことってことです。これすっごい意味が重いです。脅威っていうのは本当にどうしよう、怖いっていう、コロナと同じです、イメージは。もうどうすればいいの、どうやって逃げればいい、どうやって解決すればいい、わからない、死ぬかもみたいな、怖いって、そのぐらいのレベルの怖さっていうのが脅威ですね。蚊ですよ。小さな蚊だけど脅威ですよ、本当にね。脅威になっている。で、蚊が媒介するデング熱、ここ媒介はですね、N1 ぐらいかな。媒介っていうのは広げるってことです。広げる、蚊が広げる、デング熱の人を広げる。さっきのね、熱が高く出る病気ですね。蚊に刺されて熱が出る病気がデング熱、これです。デング熱の感染者は病気になる人が東南アジアや中南米、だから中南米だとアメリカより下ってことかな。ブラジルとかですかね。チリとかね。アルゼンチンとか。私の YouTube チャンネルね、聞いてくださってる方多いんですよね。中南米の人ね。大丈夫かなと思って、ちょっとそういう意味もあって今日このトピックにしたんですね、私。東南アジアはもちろんでしょ。ベトナム、タイ、マレーシア、台湾、もういっぱいいるじゃない。東南アジアの人、暖かい国の人、インドネシアもそうだしね。もちろん他の国、今全部言ってないですけど、暖かい国の人ね、カンボジアの人とかもね。ここで過去最多、今までで過去だから一番最も多い、過去最多っていうのはこれね、言葉は覚えた方がいいです。 N2 の人も N1 の人も、今までで最も多いって、一番多いの意味の800万人に上っている。上っているはそのぐらい増えているっていう意味です。800万人ってこれちょっと本当にやばいです。本当に。人口ポピュレーションもたくさんいますけど、これってすごいことですよね。みんなの国大丈夫ですか？どのくらいになっちゃってます？ちょっと詳しく私調べてないけど、メッセージでね、後で送ってほしいです。自分の国、学校で何人になってますとか、会社で例えば10人に1人はデング熱になってますとかね、例えばね、10人に1人なんて多すぎますけど、なんかそういうのがあったらちょっと教えてほしい。これ本当にやばいんだなと思ってますよ。で、増えてると。で、日本でも外国に渡航、だから飛行機で行った人とか船で行った人が感染、その病気になった、デング熱になっちゃった人が今年2024年確認されてます。日本人もいます、なってる人。はい。
でなって日本に帰ってきたりとかね、そういう人がいるよっていう話なんですね。で、じゃあどんどんいきましょう。で、この後がね、本当に皆さん知ってますって話、次の話、びっくりしちゃった。次の話ね、いきます。読みますね。しかも1000倍の殺虫剤をかけないと死なないスーパー耐性蚊まで出現した。この蚊は2年前に世界で初めて日本の研究チームが東南アジアで発見した。はあ、怖い。ちょっと、私だけですかね、今怖いと思ってるの。ここですね、いきますよ。しかもっていうのは、プラスアルファ、そしてっていう意味です。1000倍の殺虫剤。これは、虫を殺すですね、これね、漢字。虫を殺すための薬です。薬。みんなの国でありますね。日本でもありますよ。虫がねいた時に殺す薬で、私がマレーシアで見たのはもうスモークみたいに例えば午後何時から何時まで午後3時間はずっとその殺虫剤をまくそういうね薬をずっと外の森の方に向かって木のとこにシューってなんかおじさんたちがこうマスクをしてシューってかけるって言ったんですよ。であれで顔を殺してるんですね。だから日本はねほとんどそういうの見ないです。もちろん東京はない、そんないないからか。だけどでも田舎の方に行ってもそんなに日本はねそんな森にこう殺虫剤をかけて蚊を殺すっていうことまではしてない。危険な蚊が少ないからだと思うんですね。だけど東南アジアとか多分中南米とかブラジルとかだとこういうのをねやっぱりするんですよね、きっとね。でこれをやってたんだけどそれのいつもやってる薬の1000倍です。1000倍の薬をシュッと蚊にしないと死なないんです、その蚊。ってね、それが名前がスーパー耐性蚊と言われています。出現っていうのは出てきたってことで、この耐性っていうのはちょっと N2 のちょっとレベル高い N1 に近いけどね、耐性って言葉はちょっと覚えた方がいいと思います。耐性の耐が特に大事で我慢するって意味、耐えるって言うんですけど我慢ができるんですね。いや死なないよ、私たちは死にませんよ、そんなシューってやっても私たちは死にませんよ、ふふふって言うの。それ耐性があるっていうんですね。強いってことで、耐性はこれ蚊だけじゃなくても使えます。何ですかね、例えば小さい赤ちゃん、子供、ベイビー、赤ちゃんはいろんなウイルスに耐性がないです。これね、耐性がない。それは赤ちゃんはお母さんから生まれた後いろんなウイルスが体に入ってないですね。だからいろんな病気になりやすいですね。だからワクチンを打ったりしますよね、赤ちゃんは。とても危ない病気にならないようにワクチンを打ってる。だけど大人の私たちはもういろんな汚いものとかをもう体に入れてますから耐性があるっていうんです。強いです、私たち。そんな簡単に病気にならないですね。赤ちゃんよりは病気になりにくいですね。だから私たち大人は耐性があるっていうんですね。強いってこと。だからこのスーパー耐性化っていうのは本当に本当に本当に強いってことです。どのくらい強いかというと今までいた蚊の1000倍強いってこと。もうこれって思って私もびっくりしちゃった。ですね、今日写真はないんですけど実験をしてる写真を私見ました。今までのこの殺虫剤をそのね蚊にかけても全然死なないんです。元気に飛んでるんですね。でもう
でもどうしようって思ったんですけど、でいっぱいねかけるとやっと死ぬっていうね、大変で、これが皆さんの国にいる可能性があるんです。暖かい国の人は。そう、スーパー耐性化で、このスーパー耐性化は2年前に世界で初めて日本の研究チームが見つけました。どこで見つけた？日本じゃありません。東南アジアで見つけたということ。で、これどこの国かははっきりニュースに書いていませんでした。ねえ、見つけちゃったんですね、研究チーム。あらららら。で、それでもうちょっと行こう。読みます。ここ行きます。ここはでもそんな難しくないです。読みますね。日本の研究者はこのスーパー耐性化が各地で増え続けていることがデング熱の感染拡大に関係があると見ており、この蚊がどこに生息しているのか世界の専門機関と連携し調査を急いでいる。はい、ここはね難しいこと書いてないです。はい、安心してください。このね研究している研究者の人たちは、このスーパー耐性化、もう強すぎる蚊たちが各地いろんなところ、世界中です。世界中のいろんなところで増え続けている。増えてるんですね。怖い。わー、怖いな、本当に。増えていることが、今、デング熱の人が増えてしまっている。感染、病気にうつるですね。これはコロナ感染とかもありましたね、言葉ね。病気にうつる。拡大はどんどん広がっていく、増えていくの意味。病気にかかってしまう人が増えていることに関係があると見ているっていうのは、と予測している、多分そうだと思いますっていう意味です。これ見ており、よくニュースで出てくる言い方です。この蚊がどこに生息、これは漢字簡単ですね。生きている、息をしている、ブレスしているってね、生きているか、どこでね、どこにこの蚊はいるのかっていうのを、蚊はやっぱり飛ぶことできますからね、いろんなとこ行けますから、はっきりまだ分かってないみたいです。ここにすごく多いっていうのがまだ分かってない。で、世界の専門機関と連携、漢字見たら意味わかりますね、少しね。連はですね、これ連絡しますの連だけど、連絡するっていうのは誰かとつながる、コネクトするっていうイメージですよね。だから世界の専門の、専門的に研究している人たちとつながって一緒にっていうこと、調査をしている。これ誰がって言ったらもちろん日本の研究者はですよ。日本の研究者たちは世界中の研究者の人たちと一緒に協力して今調査を早く急いでやってますっていう意味です。で、ちなみにこの K は携帯電話、スマートフォンですね。ハンディフォンの携帯電話の K と同じです。これね。はい。連絡の連と携帯電話の K でした。ね。だから多分なんですけど、世界中の研究者がこれをね、研究してるんだけど、たまたま日本が、一番最初にこのスーパー耐性化を見つけて、どこにいるんだろうと。日本人だけで探してるとやっぱりね、情報も少ないし、もっとみんなで協力して早く探そうと探してるってことです。でもうちょっとありますよ。読みますね。日本の研究者によると、同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用されることによって殺虫剤に強い
遺伝子を持った蚊が生き残ってスーパー耐性蚊となったと言っているってことです。はい、これは、日本の研究者がこう何々と言っていましたってことですね。何々によるとですね。によるとはもう N2 ではもうよく出てくる N2 以上ではよく出てくる言い方だし文法ですね。誰々の話を聞いたらこの人はこう言っていましたよっていうことですよね。内容は何を言っていたというと、同じ成分の殺虫剤が繰り返し使用される、使われる。ここで成分っていうのはN2、N1 レベルの言葉ですね。成分っていうのは何でできているかの意味。殺虫剤が虫を殺すための薬ですね。蚊を殺すためのモスキートを殺すための薬が何でできてますかっていうの、何がその薬に入っていますかっていうのが成分です。成分はこれは薬でもよくやっぱり言う言い方、この薬はどんな成分でできてますかとか、この食べ物の成分は何ですか、一番多い成分は何ですかとか言ったりもします。タンパク質ですとか、何でビタミン C ですとか、どんな成分ですかですね。そうね、じゃあ同じものでできてるってこと。同じものでできてるこの薬が繰り返し何回も何回も使われると、殺虫剤、この薬に強くなってしまうんですね。蚊がこの薬に強い遺伝子は意味は DNA です。 DNA、遺伝子、強い遺伝子を持った蚊が生き残る。それがスーパー耐性蚊になる。もう一回簡単に言うと、いつも同じ薬を蚊に、ほらこれを薬で死ぬだろう、死ねーってシュッってやっても、どんどん蚊がですね、あの薬知ってる、いつもあの薬で僕たちのことを殺そうと思ってるでしょ。ダメだよ、僕たちはもう強くなってるの、その薬では死なないよ、シャキーンってなってしまってるってことです。全部の蚊じゃないんだけど、やっぱり強い蚊っていうのがいるんですね。人間でもいますよね。人でもね、すごい体が強い人っているじゃないですか。そういう感じ、イメージは。だからどんどんその薬では効かない、効果がないで、強い蚊がどんどん生き残って、どんどん子供もねどんどん強くなって、お父さんも死ななかったからね、子供の僕たちも死なないよって言ってどんどん強くなって、それが最終的に結果的に1000倍強い蚊が生まれてしまったということです。すごいですね。 DNA がどんどん強くなってる。コロナウイルスもそうですよね。コロナウイルスも最初のワクチン、一番初めのワクチンはもう効かないっていうのありましたよね。もうダメです、ウイルスが形が変わりましたっていう、強くなってますっていうのあったでしょ。それと同じことが蚊でも起きています。困りました本当にね。どうしよう。じゃあ続きもうちょっと、どうしようということで、人間も考えましたよ。大丈夫、頑張ってます人間。行きましょう。読みます。現在海外との往来が増える日本でも感染リスクが警戒されている。このような殺虫剤が効きづらい蚊が出現する中、どう身を守ればよいのか、新たな対策に注目が集まっている。はい、これじゃ終わんないです。次ありますから大丈夫ですよ。ですね、ここはですね、まだちょっとどうすればいいの、早く答えを教えてくださいっていうページです。ここね、ちょっと読みます。こういう新聞らしいですね。こういうねことを書いてある。
現在今外国との往来これ漢字簡単なんですけど意味ちょっと難しいと思います。はい、外国との往来が増える日本、なんでしょう意味。外国との往来が増える日本。はい、これは、外国の人が日本に来る。そして日本の人も外国に行く。だから行ったり来たり行ったり来たりするという意味です。外国の人が、行ったり来たりするし、物も行ったり来たりする。で、物も最初言った通り、物を運ぶ飛行機の中に蚊が一緒に入っています。乗らないでくださいってね。あなたパスポート持ってますかって言いたいですよね。この蚊、おい蚊、何飛行機乗ってるんですかってね。あなたちょっと飛行機乗るんだったらお金払ってとか、もうパスポート見せてくださいって本当私は思いますけど、蚊がですね荷物の中に入ってしまうみたいです。で、だから日本からも何か行くし、外国からも日本にもその蚊が来る可能性があるんですね。そのとっても強い蚊が。これはみんなの国にも行く可能性がもちろんあります。はい。ダメでしょ。行かないでって思いますけどね。パスポート持ってないんだからね。その理由じゃないですけど、行かないでって思います。で、外国との往来が増える日本ね、もう本当にもうコロナはね終わったと考えていいですから、いろんな飛行機たくさん飛んでるし、本当に飛行機増えてます。で、今日本に来る外国の人本当にどんどん増えているらしいんですね。コロナの前の多かった時、コロナの前で日本にいっぱい外国の人が来ていませんってニュースで言っていた時より今の方がもっと来てるというか、来る予定だって言われてるんですね、日本に。今日本は円安、日本の円が安いからやっぱり旅行しやすいんだと思うんですね。みんな来ちゃってます。いらっしゃいませ。来ていいんですけど、そうすると飛行機も増えますから蚊も一緒に来る。僕たちも日本に行ってみたいってね、乗ってみよう、この飛行機に乗ってみよう。わかんないですけどね、偶然来るんだと思うんですけど、来ちゃうんですよ。だから来ちゃうから、日本に来ちゃう、蚊が来ちゃうから感染。日本にも来て、日本の人もその蚊に刺されるリスク、危険ですね。リスクは危険が警戒されている。警戒、はい、N1 レベル。警戒は意味はとっても危険です。皆さん気をつけてくださいっていう意味です。警戒されてる、注意っていう意味。そう。でもそんなこと言われてもわかんないですよ。蚊あんまり見えないし、蚊が飛んでるとこね。どうしようね、警戒されてる。で、このような殺虫剤が効きづらい蚊、もうさっきのですね1000倍強い蚊ですね、効きづらい蚊が出現する中、出てきている中、どう身を守ればよいのか。どうやって私たちの身はですね、体のこと、体を守ればいいんですか。どうすればいいんだ。新たな対策に注目が集まっている。新たなは新しい、対策っていうのは N2 レベルで大事です。対策は解決するソリューション、どうやって問題をなくせばいいかという方法のことです。これね、どうやればいいかなってみんながどうしようって言ってる。で、この後ちゃんと方法が書いてあります。大丈夫、皆さん行きましょう。例えばこんな方法があります。はい、読んでみます。行きます。皆さん泣かないで大丈夫です。皆さんは大丈夫、死なない、大丈夫、行きましょう。デング熱の感染者数が去年13万人を超えたタイ、13万人を超えたタイで大丈夫ですか。タイの人、タイで日本で開発された蚊よけクリームが使われ始めている。これは従来の虫よけ成分は入っておらず、
粧品やシャンプーに使われる成分が入っている。それに特殊な加工をし、蚊の対策に生かしている。おー、私は知りませんでした、このニュースを。タイの人は知ってるんですか？ちょっと写真を今日見せられないんですけど、多分タイだと結構有名なんだと私はニュースを見て思いました。違うかな？ですね、もう一回見ますよ。デング熱の感染者数が、かわいそう、デング熱になってしまう人が去年13万人を超えた。13万人以上ってことです。超えたって思います。13万人以上になっちゃったタイでは日本で開発された作られた蚊よけクリーム。よけっていうのはアボイド、英語のアボイド、蚊が来ないようにするっていうことです。蚊に刺されないようにするクリームです、これね。蚊が嫌がる、蚊が嫌いなクリームを作ったんですね。蚊が嫌いなクリームがタイで使われ始めてますと。で、これは従来は N1 レベルで大事ですよ。従来は意味は今までのって意味です。今までの、前までのって意味。従来の今までの虫よけ成分、虫が虫が来ないようにする、成分は何で作っているですよね。成分は入っていないんです。入っておらず。図は何々ないの意味です。これはよく出てきますね。N2 からよく出てきますね。覚えてくださいね。入っておらずは入っておりませんの意味。入っていない。だから今までの昔あるというか、前まであった、この虫が嫌いなクリーム、虫が嫌だ、この匂い嫌いって言って嫌だって思うものに入ってた、そのクリームに入っていたものは入ってないんです、この新しいクリームには。すごい。で、何入ってんですかって言ったら、化粧品とかシャンプー、髪の毛洗うシャンプーに使われるもの、成分が入ってる。いい匂いですかって思いますよね。いいじゃない、どうしてこれが虫除けになるのって思ったんですけど、それに特殊が特別なってこと、特別な加工、特別にこう何かするんですね。もうちょっとこうなんかやる、クリームをもうちょっとする、何かをやるってこと、プラスアルファするってこと、加工するって言うんですけど、加工して蚊の対策に生かしてる。これをやると蚊がやだ、この匂い嫌い、やだ、この人間刺したくない、やだ、他の人のところに行こう、よーしってブーンって行くっていうことらしいです。で、これ私実験の写真を見たんですけど、本当に刺してなかったです、そのクリーム塗ってる人のこと。すごいね。だからこれちょっとタイだと特に多分もう人気かわかんないけど、多分もう買えると思うので、薬局とか行ってみたらいいかもしれない。はい。で、日本でもこれがきっと買えるんだと思うので、日本に今住んでる人はちょっと心配だったら、薬局行ってこの虫除けクリームありますかって薬局の人に聞いた方がいいですね。はい。でまだあるんですよ。まだ大丈夫ありますよ。ちょっと日本人頑張ってます。またある別の日本企業では、顔寄せつけない服の開発を進めており、これにマレーシアの研究者が関心を寄せて共同で商品化を目指している。はい、これはですね、またもう一つ別の、クリーム、さっきねこっちのクリーム作った会社があるんですけど、これとまた別の会社でこのデング熱はやばいって言って研究してて、服でも T シャツみたいなものでしたよ。 T シャツで、その服を着ると
蚊がやっぱり刺したくない、やだって言って臭いんですかね。蚊にとっては臭いんだと思う。蚊には嫌な匂い、人間には大丈夫、私たちは大丈夫だけど、やだっていうのを作って、それが蚊を寄せつけない、近くに来させない服を開発を今また続けていて、でこれにマレーシアの研究者たちが関心っていうのは興味です。イントラスト、なんだなんだいいなってを寄せて、何ですかそれはって言って、私たちも一緒に作りたい、研究したいですと言って共同で一緒に商品化、よし作って皆さんに売りましょう、買ってもらおうって言って商品にするってことを目指しています。今研究中で、知ってる人いると思うんですけど、このね蚊を寄せつけない服っていうのは実はもうあるんですね。あるんだけど、それは洗濯すると、水で洗ったり何回も洗うとその匂いが落ちてしまうっていうものが今まであったんですって。あるんだけど、この新しく作ってる、この日本企業で新しく作ってるのは、洗濯してもそのね匂いが落ちるとかそういうものじゃないんです。もう全然 T シャツの作り方が違うらしいんですね。生地がこの触った時のこの部分がね全然違う。ただ匂いを、蚊の嫌いな匂いを T シャツにつけてるから蚊が来ないっていう作り方じゃ全然違うんですね。作り方が違うから何回洗濯しても関係ない、蚊はずっと嫌がるっていう、だからすごいんですよ。だから新しいってことっていうのを作ってるらしいです。でマレーシアの、ね、研究者がなんでそれに興味を持ったかというと、やっぱりマレーシアではそういうデング熱にかかる人が多いから、今まであった何回か洗ったら匂いが落ちて蚊がねまた来てしまうっていう T シャツとかじゃダメだと、もう全然違うタイプのものが欲しいって言って、日本は今そういうのを作ってるんですか、いいですね、じゃあ私たちも一緒に考えたいですって言って作ってるっていうことらしいですね。だからこれ本当に早くね商品化してほしいですよね。私も着たいと思いますよ、本当そんなのあったら。はい、だから皆さんぜひきっとねこれに関しては暑い国の人の方が日本より早くこの服が買えるようになると思いますので、ちょっと新しい情報ないかなって思いながらいろいろニュースとか見てみてくださいね。はい、ということで長かったんですけど、今日はねこの7ページ皆さんと読みましたね。はい、皆さんの思ったこと、皆さんの知ってること、国でちょっとこのニュースどうなのか、困ってることとか、今こうですよ私の国っていうのをぜひ皆さんのお話聞かせてもらうの待ってますのでね、よろしくお願いします。あと皆さん本当に気をつけてくださいね、デング熱ね。クリームかな、クリーム塗るのがいいのかな、まずはね。はい、気をつけてください。で日本に住んでる人も関係ない話じゃないですからね、これから暑くなるから皆さんも気をつけてくださいね、日本の人。はい、ということで今日は蚊の病気、デング熱について、蚊についてお話ししました。他にもですね、今まで私の YouTube でいろんなニュースのお話をしています。はい、新しいお金が、日本のお金ができますよっていうニュースとか、他いろいろ、はい、ありますので、よかったら YouTube チャンネルで見てみてください。で、あとはJLPT 勉強中の人、そろそろ試験が近いですね。頑張ってください。N1 の人と N2 の人のは、読解が難しいので、私の YouTube でも読む練習をしてますので、よかったら見てみてください。ただこのニュースの YouTube も読む練習になるので一緒に見るといいかなと思います。はい、であとはビジネス日本語、仕事の日本語を勉強したい人も、私の YouTube でいろいろ勉強できますので、ぜひ見てみてください。
はい。で、あとは、プライベートレッスンも私はやってるんですね。それは YouTube じゃもちろんなくて、Zoom レッスンをしてます。これは学生さん一人と私で話しながら授業をしてますよ。はい。これの時も例えば JLPT の読解、リーディングの授業をしてもいいし、会話の練習してもいいし、JLPT のテストの勉強してもいいし、もうこれはね、人によってみんなバラバラそれぞれです。はい。ですのでやりたいこと一緒に勉強しましょう。はい。レベルも N5 から N1 のレベルまでいろんな人私教えられますので、よかったらぜひ来てみてください。きっとね楽しいと思います。はい。あとビジネス日本語をプライベートレッスンでやってる人もいます。はい。であと会話練習の、Zoom レッスンもありますし、これはグループレッスンで、ビジネス日本語のズームレッスンもあります。これもグループレッスンです。はい。クラス来ると友達ができると思いますので楽しいですね。やっぱりね。はい。皆さんと話しながら勉強ぜひやってみませんか？はい。私もいつも楽しいです。はい。よかったらどうぞ。でこれについては私のオンラインレッスンのリンクを見てください。リンクは今日の、ライブチャットの一番上のとこと、あと、今日ライブ終わったら、メッセージのところにリンクを書いておきます。あと今ビデオのディスクリプション説明のところにもリンクがもう書いてありますので、よかったらそちらから見てください。ね。で最後皆さんのメッセージちょっと見させていただくと、操作の蚊が嫌だってねそう嫌ですね、本当嫌ですね。そうそうでノルカネさんもメッセージいつもありがとうございます。でもねちょっとね中国語私読めないのごめんなさいね。でタイの人も書いてくれてますね、ありがとうございます。そう蚊本当に何ですかね、なんだ蚊なんて小さなものでしょ、虫でしょって私はね日本にいた時は本当は思ってたんですけど、本当にねなんかもうちょっとやばい状態、やばいってちょっと思いました、このニュース知って。はい。飛行機乗って世界中に蚊が行きます。はい。だからみんなの国でも危ない。そうだから皆さん気をつけようって思います。はい。なので今日このニュースにしました。はい。でただ蚊は冬はやっぱり冬を越えられないっていうんですけど、冬は生活できないからとっても寒い冬がある国は冬でやっぱり死んでしまうみたいなんですけど、それでも夏のシーズン、夏の時期に飛行機に乗って蚊がみんなの国に行くから、その夏だけでもみんなの国でその元気な蚊が誰かを刺す、ブスってね、いたってかよって何って刺すかもしれないので、やっぱりこれから夏の国の人は本当に気をつけた方がいいなって思います。で日本はこれからどんどん暑くなりますから、日本の人ね本当に気をつけましょうね。私も本当に気をつけようって思います。嫌です、日本でデング熱になるなんてもう本当にもう冗談ですかってね、バカですかって自分で思っちゃうから、本当バカじゃないけど、だからもう嫌じゃないですかそんなの。だからみんなで気をつけましょうね、と思ってますよ。はい。じゃあ皆さん本当に今日遅い時間でしたが最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。いつも本当皆さん最後まで聞いてくれるんですよね。本当にありがとうございます。もうそろそろねアジアの人は寝て、ブラジルの人はこれからまたいい一日を送ってくださいブラジル方面の人ね。はい。じゃあまた皆さん一緒に勉強しましょう。今日も本当にありがとうございました。皆さん体に気をつけて過ごしてください。ハングルでお疲れ様でしたと、こちらこそありがとうございます。またね来てください、ライブありがとうございます。失礼します。